はい、皆さんこんにちは。解体現場からいただいてきたこの廃材を使って今回はあるものを作っていきたいと思います。まずは設計図。それ以上小さくすることができない丈夫で実用的で多機能で可愛いやつ作っていきます。45度カット。この廃材は次のキャンプ地の時に薪で使います。はい、出来上がり。おがくずは水を含ませて拭くと床がきれいになります。0.5 ミリ厚の銅板とアルミ板を加工していきます。そうしたらカッターでカットですね。0.5 ミリ厚ぐらいならカッターで十分切れます。10回ぐらい力を入れて切り込みを入れておきます。左右に曲げながら切り取っていくイメージ。次は折り曲げる方向の逆側の面に溝を掘っていきます。ここから曲がるんだよってアルミ板に教える感じ。軽く2回ぐらいですかね。曲げていきます。下に直角のものを置いて手のひらのような面で曲げていくとうまくいきます。ある程度曲がったら角をしっかりと合わせてテープで固定しましょう。肩こりほぐすようにちょっと揉んでおきましょうかね。さあ、テーブルの部分の組み立てです。この JP ウェルドは280度まで耐える耐熱性のボンドなんですよ。このベルトクランプでしっかり締めて接着していきます。いやー、45度ぴったしあって気持ちがいい。はい、ボンドも乾きましたのでビス止めで固めていきます。次は土台部分の加工です。土台の中に熱がこもらないように左右ともに空気穴を7つずつ開けていきます。磨き作業ですね。ガスバーナーで焼いていきます。
溝を掘っていきます。トリマーは気を抜くと曲がっていってしまいますので、今回はしっかりと定規を作りました。銅板の加工に入ります。銅板はアルミ板よりもちょっと硬いですね。入るアルミボックスを完成させましょうかね。リベッターの芯が入る 2.5mm の穴を12箇所開けていきます。針はしっかりと取りましょう。差し込んだ先端が少しずつ太くなっているの分かります？3回に分けて握り込んでいくと遊びがなくなりしっかり止まります。今までの工程で少しずつ誤差が生じてますので、これからは実際に当ててみてバランス取りながら作っていきます。締めた後の裏の芯は 3mm ほど残して削っていきます。はい、土台部分組み立てていきます。廃材で作ったテーブルと雰囲気合わせるために少しダメージ与えます。
底板の製作に入ります。この隙間から冷たい空気が入り、7つの穴から中にこもった熱い空気が出ていきます。微妙な位置に穴を開けました。穴より上の空間の熱はテーブルを程よく温めるためなのですが、うまくいくかどうかですね。土台の下の方に2つ引き出しを作るのですが、引き出しの容量っていうか高さを少しでもキープしたかったので薄い底板にしたのですが、そのせいで強度を出すための細かい作業が増えてしまいました。まあ普通に厚い板でビス止めすればいいところですけれども、昔からそういう性分なんですよ。これ引き出しを作っています。ボンドで四方を固めているだけですが、案外丈夫にできますよ。いやー、 DIY 楽しいですね。引き出しの滑りを良くするために角を取っています。いろりのある生活に憧れて、都心でも狭い部屋でもいろいろ工夫していくと楽しくなってきますよね。今回はここまで。次回完成させます。最後までご視聴ありがとうございました。そうだ、一酸化炭素警報器買わなきゃ。